こんにちは、みえこです。今日はパッチワーク始めたばかりの初心者の視聴者様のために簡単にできる布のお財布を3種類作りました。とっても簡単にできますよ。ぜひ一緒に作りましょうね。それで3種類なんですが、ピースワークするまでの段階はすべて同じです。仕上げが違うだけです。3個目のこれですが、これは紙のお金も入れられるように作ってみました。お金だけじゃなくて小物を収納するのにも良さそうですよ。それでは作ります。まずは裏布から決めます。そしてこの裏布に合うような布を探します。布のサイズですが、この正方形の布は7センチ ×7 センチです。そしてこの布を順番に縫います。最初に針で留めて縫うと早くできますよ。こんな感じにね。それではミシンで縫います。もちろん手で縫っても OK ですよ。ゆっくり縫いますよ。布の最初と最後を合わせて縫います。はい、このように縫ったら上の段と下の段の布を合わせてまたミシンで縫います。縫い代はこのように交差するように折って針で留めます。後でほどくのが大変なのでゆっくり縫うといいですよ。はい、できたらプレスします。パッチワークでプレスは何度もするんですが、このプレスが大切ですよ。仕上げがきれいにできます。そして接着キルト芯を用意します。今回は薄いものを用意しました。初心者の時は薄いものを使うと簡単にできます。いつも使っているものと比べるとこんなに薄いんですよ。そしたらこのトップの布より5ミリぐらい、全方向に5ミリぐらい大きくカットします。トップの大きさに合わせるのが大切ですよ。
そしたらこのように布をのせて接着します。次にガイド線を描きます。縫った布の縫い合わせたラインから1センチぐらい離したところにガイド線を描きました。白い布は見えないなと思ったら、このようにお裁縫、洋裁で使うチャコあると便利ですよ。鉛筆でももちろんいいんですけど、ちょっと見えちゃいますよね。はい、縫い終わりました。こんな風に縫ってほしいんですよ。で、もう1種類作ってありますので、こちらも同じに縫います。次に今回型紙を用意しました。この大きさに紙を切ってください。これを先ほど作ったトップの上に重ねて1センチの縫い代をつけてカットします。切り終わったら型紙もう一度乗せて確認しますよ。次に裏布を用意します。トップと同じ大きさにカットしてくださいね。そしたらミシンで縫います。返し口を開けます。斜めのラインのところじゃなくて、布がまっすぐのところに穴を開けます。はい、一周縫いました。はい、このようにできます。そしたらこの角をカットします。表に返した時に切っておくときれいにできます。このように返したら、この布の端をきれいに出します。そして針で留めたらもう一度プレスします。この後飾り縫いをします。で、返し口はこのようにきれいにアイロンで折ります。はい、端から何ミリでもいいですよ。これあると綺麗ですからね。私は2ミリぐらい端を縫いました。
一周縫ってくださいね。はい、できました。これをこのように折って、この折り線の部分を飾り縫いします。形が崩れないようにミシンで縫い線をつけます。一番下まで縫うと大変なので、これ手前で3センチぐらい手前で終了します。この布端も同じように3センチ前で縫うのをやめます。このようにできていますよ。そしたらこの内側を裏布を見ながらもう一度縫います。もちろん3センチ手前で縫うのをやめます。そしたら一番端、ここ縫い閉じてしまいます。これは一番下まで縫います。はい、完成ですよ。これでマグネットホックつければ完成です。で、まず1個終了。次は今度お札を入れれるタイプですね。これを作ります。トップを作るところまでは同じです。そして裏布に接着芯を貼ります。薄いものを使いました。なければつけなくても大丈夫ですよ。アイロンでしっかりプレスします。このようにできたらトップと同じ大きさにカットします。そしたら先ほど縫ったものと同じように周囲を縫います。そして飾り縫いをするところも同じですよ。で、一周縫ったらこのようにできます。次にリボン用意します。ちょっと硬いものがいいですよ。この部分に縫います。ピースワークした布のラインを目印にします。
2回縫うことをおすすめしますよ。はい、このようにできたら両端を縫うだけですが、お札が入るか確認してから両サイド縫います。はい、この右側と左側両サイドミシンで縫います。はい、できました。マグネットつければこれも完成です。そして最後の一つ、これ作り方みんな同じなんですが、これは端縫っただけで簡単にできる作品です。このように折ってね。はい、できました。あとはマグネットをつけて完成です。お好きなタイプ作ってみてはどうでしょうか。小さいものを入れるのにはとってもいいですよ。最後まで見ていただいてありがとうございました。それでですね、前回お話ししたこの作品、次の動画で公開しますので、少しだけ待ってくださいね。またね。